Hi everyone, welcome back to my channel. I turned 36 at the end of August, and in this video I will talk about three things. First, my Japanese learning progress in August, and second, some birthday thoughts, and third, recent reflections on learning Japanese. I used to write scripts in both languages, English and Japanese, and to be honest, it took a lot of time, and I'm not good at writing in English, so I'm quite busy lately, so I'll present the main content in simple Japanese this time. You can use English subtitles if you need. Please bear with mistakes in my Japanese, and let's start with my Japanese learning report. 皆さんこんにちは、ゆるです。皆さんお元気でしょうか？あっという間に夏が終わりましたね。早い。私はね、実は夏があんまり好きじゃないです。秋が一番いい季節だなと思います。皆さんはどう思いますか？ 8 月の日本語の勉強はほぼ YouTube 動画と Netflix で教えてもらいました。リンクでの勉強法はまず YouTube から動画をインポートして先に読んで聞いて知らない言葉や表現を少し把握した後シャドーイングしています。これ以上特に難しいことはしてないんですね。この方法は読む、聞く、話すのを同時にするので効率的。自然に日本語にどんどん慣れていきます。もしよかったらやってみてください。8月はしてる単語が13,000個になりました。あと2000個で中級に入れます。リンクで使ったコンテンツはほぼ前回紹介したはるか先生のポッドキャストとミク先生の3ポッドキャストです。いろんな面白いテーマをシェアしてくれて本当に面白かったです。例えば MBTI 性格診断とかメガネを買う時使う言葉とか猫の買ってよかったグッズとか勉強になりました。もう一度皆さんにはるか先生とミク先生の YouTube チャンネルやポッドキャストをおすすめします。めっちゃ役に立ちます。うぬさんそれともうぬさん以上の方におすすめです。8月はいくつかのドラマと映画を見ました。できるだけ日本語の字幕で見てます。一つ目は 0.5 の男。主役は、松田龍平さんです。実家暮らし無職の40歳の男がどうやって自分の部屋から出て他の人とつながるかという物語です。素晴らしいご家族ですね。2つ目は映画館で見たんですけど、ラストマイルです。もし皆さんがアンナチュラルとミュー404を見たことがあったら、多分これに興味があると思います。同じ監督と作家ですよ。全員いい演技でした。この映画を見たら Amazon の荷物を開けるのがちょっと緊張するようになりますネタバレなしで言ったんですけど、日本に住んでる方にはおすすめです。3番目と4番目はまだ更新中の新宿野戦病院と推しの子シーズン2です。新宿野戦病院はよく割れますね。歌舞伎町にある変な病院が舞台です。すごく面白くて毎週楽しみにしています。今週は最終話かも。推しの子のシーズン2は私は舞台のミュージカルやライブパフォーマンスは好きなのですごく楽しんでいます。はい、8月の日本語勉強報告はこんな感じです。先週はね、
私の36歳の誕生日でした。いやー、気づいたらもう36歳になってで、なんか不思議ですよね。大人になるのは全然慣れてないのに、はい。この誕生日の特別な出来事は、両親にブロックされました。WeChat で。で、中国の LINE みたいなやつですね。だから、誕生日なのに、両親からのお祝いなしで過ごしました。でも幸せなこともありましたよ。友人の家で美味しい料理を食べたり、プレゼントをもらったり楽しかったです。なんていうか、ブロックされた原因は、やっぱり今の生活に両親が不満を持ってるからです。いろいろありますよね。いろいろ。はい、アジア人。いやいや、うちの家庭観念ですよ。うちは私と弟2人の兄弟です。弟はまだ結婚してないし、私は結婚してるけど、まだ子供はいないんです。はい。両親は、うーん、いい年になったら結婚しないと、いい年になったら子供を産まないと不正常だと言われました。そう。完全な人間じゃないって言われたんです。その後、喧嘩しちゃってすぐブロックされました。みたいな感じです。交流を全く拒否されました。子供か。えーっと、中国の家庭でよくありますよね。こういうこと。はい。それによく言われたのは、私たちの人生にはもう他に望みがないんだって。孫だけが欲しい。孫だけで幸せになれるっていう、ほぼ毎週フェイスタイムの時絶対に言ってます。絶対。二人の人生がまるで私にかかってるみたいで、もう他に希望がなくなったみたいで、怖いんですよ、怖いんですよ。もちろん私たちは両親の面倒をずっと見るし、愛してるし、伝統的な観念や気持ちも分かっています。でも60歳になって自分の人生はもう終わった。孫が全てっていうのは正直理解できないし怖い。孫ハラ、孫ハラ。多分両親は老後の生活が怖いんでしょうか。そう。自分の人生の経験を全部私たちに押し付けたいっていう気持ちのかな。確かに両親の周りの人はみんなああいう生活をしていますね。ああいう。私たちは全然違う生活。ハウスローン、車、結婚、子供、公務員とかね。だから両親の気持ちも分かってるし、ストレスも分かってます。分かってますけど、なんか悔しい。私の生活なのに子供を産むか産まないか、私の原理ですよ。決定ですよね。でもこういうことを両親に言うと、ほら、ブロックされました。はい。もう説得するのは諦めました。ずっと言ってたけど、こっちも向こうも全然伝えられなかったし、お互いに
理解できませんでした。30歳過ぎると人生ってなかなか難しくなる気がします。気をつけてください。はい。ごめんなさいね。いろいろ文句言っちゃって。で、36歳の誕生日までずっと考えてて、一瞬だけね、こんなに不安定な生活してるのに、両親のために子供を産んだらって思ったんです。もうすぐやめました。なぜかというと、他人のために何かをしてしまうと、自分がちゃんと責任を取れなくなっちゃって、大きい問題が起こるかもしれない。例えば、生活が困ってる時あったら、自分の仕事に早く戻れなかったりしたら、それは全部あなたたちのせいだって思うかもしれないですね。そう。だから36歳になっても自分のことは自分で決めて責任を取った方がいいっていうのは、今回の誕生日の思いの一つになりました。はい。もう決めた。私をブロックしてもいい。この機会に、2人にもう自分の生活に向き合ってほしい。他の人に人生をかけるのはなんか不幸になっちゃいますよ。はい、私は娘として支えますし、応援します。ね、長くなっちゃってすみません。個人的な話。はい。誕生日の話の2つ目は、日本語を学んだ後の新しい観察や思いです。はい。今まで日本語を勉強してからもう2年になりました。以前は例えば10年前、私はあんまり日本のドラマを見てなかったです。はい、見てなかった。ストーリーはわかるけど、気持ちいや、ニュアンスとか正直わかりにくいと思いました。ある行為に対して、どうしてなんでとか、いろいろカルチャーショックみたいなことがよくありましたね。はい、わかりにくかったです。でも、この言語を学んで、気持ちや雰囲気、ニュアンスをどんどん理解できるようになりました。はい、習慣も考え方もどんどん分かりやすくなってきます。特に以前このドラマはつまらないなと思ってたものでも、この間もう一度見たらこんなに面白いのっていうことがよくありますね。最近見てるのは大豆田十和子というドラマです。前より共感できることが増えています。はい。新しい言語を勉強すると新しい考え方がもらえます。さらに新しい性格を発見できるかもしれません。例えば日本語を話すとき、少し丁寧になったような感じます。はい。polite, very polite、エレガントエレガンという、はい、丁寧な感じ。逆に両親と話すときはまるで別の言語で話しているみたいです。今は日本に住んで1年ちょいです。去年に比べると結構面白い発見がありました。去年来たばかりの時は
外に出ると緊張して、ずっとなんか失礼なことをしてないかなと緊張感の中で道を歩いていました。道を歩いている人を見ると、みんな姿勢がよく、はい、まっすぐ、あまり体を動かさない、少し、真面目そうに見えました。でも今年はね、急に私の目にはみんなもっと生き生きとしているように見えます。感情や動きがもっと豊かに見えるようになりました。この変化はおそらく私の心境が変わったからだと思います。はい。今は日本語が少しわかるので、少しだけ落ち着いた感じですね。外もあんまり怖くなくなりました。はい。じゃあ、ということで、今回はここまでです。いつも見てくださってありがとうございます。すいませんね、今回は英語のトランスクリプトを書かなかったので、理解しにくいかもしれませんし、簡単な言葉でちゃんと伝えられないかもしれません。本当にすいませんでした。はい、また次回。バイバイ。